今日なんですけれども、先日修理をした巻物付きの手裏剣、これの、テストの続きではないんですけれども、長い距離3件から打ってなかったなと思いましたので、ちょっと長い距離から打って遊んでみようかなと思います。合わせて他のもの、2つつけたものだとか、こういったものもせっかく長い距離打つので合わせて遊んでみようかなと思います。この巻物付きの手裏剣ですけれども、これはですね、実は私の中でこういう手裏剣が欲しいなというのが一つありまして、それを形にしたら、例えばバランスであったりとか、そういったものをなるべく安価に形にできないかなと、そう思っていろいろと調整をして遊んでいるものなんです。で、ある程度できるようにはなったんですけれども、塗料であったりとか、この手に戻ってくる感覚がちょっと違うなとか、もう完全にここまで来ると好みの世界なんですけれども、自分でこうしたい、こう作りたいっていうのがあって、それをなるべく形にしようといろいろと模索しているものなんです。ちなみに先ほどの巻物に関しては重心でそれを何とかしようとしています。これに関しては、蓋付きに関しては空気抵抗で切っ先を倒すというのが主な目的です。だから房をつけてる手裏剣をこう自流のものとされている流派ってあると思うんですけれども、そことはまた全然考え方が違う。もともとこれ本体がコンクリート張りなのでまっすぐの棒なんです。なので重心だとかそういったことは一切抜きにして、単純にこの空気抵抗で切っ先を倒したいと、そういった考えで作ってます。できればどう抑えようと、どんなにこう意地悪く抑えて打とうが刺さってくれる手裏剣というのが理想です。今かなりこう強く押さえてます。要は手裏剣が立ったまま飛び立って、こっちの方が分かりやすいですかね。立ったまま飛び立った手裏剣が空気抵抗で倒す、要は倒すだけなんです、今これに求めているものは。ただもちろん別な考え方もありまして、ちょっとそういったものを形にしてみたくなりました。あら、ちょっとね変な音がしたなと思ったんですけれども、巻物破損です。しょうがない。なんとなくの私の考え方なんですけれども、この道具の大切さ、それはすごく尊重していると言いますか、古いもの、クラシックなものももちろん大好きなんですけれども、それだけではいけないとも思ってます。例えばテニスにしてもゴルフにしても、近代のスポーツなんて全部そうですよね。マラソンにしたってそうだし、それから一見関係水泳とかはそうか、水泳であったりとか、やはりいい道具があって、それで初めて技術の進歩がある。その道具に合わせて技術が進歩した。でまた道具が良くなり、
その道具をいかに使うかでまた技術が進歩した。そうやって道具とそれから技術っていうのは一緒に進歩していければいいなと思ってます。ちょっとあれですね、テストって言いながら手裏剣同士が当たりすぎてますね。あまりね、こうやって手裏剣同士を当てると早速巻物とかを破損してしまうので、あまり当てない方がいいかな。話を戻しますが、技術の進歩、この打法打ち方、そういったものの進歩とこの道具の進歩、これは互いにあるべきだなと私は思ってます。もちろん例えば自流派の手裏剣の形が決まっている方、そういう方はそこに合わせてやはりこの技術っていうのをどんどん進歩させていくべきだと思いますし、あまりそういったことにこだわらない自流派の手裏剣がない方とかは逆に言えばね、いろんなこと遊べるチャンスですので、どんどんいろいろ試してもいいと私は思ってます。なので私は房をくっつけるにしてもいろんな考えで、単純な空気抵抗でない房の使い方っていうものも、一応勉強をしてますし、もちろんね失敗とかもいっぱいあるんですけれども、ちょっとね房が今若干不安定なので刺さりが悪いですね。この手裏剣の進歩といってもどうすればいいんだっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、例えば重さであったり長さ、それから形状、切っ先の形状や全体の形状ですね。例えば剣尾、お尻の方が少しすぼまっている方が抜けが良くて好きだという人もいれば、剣尾は少し太くなっていた方が持った時に安定すると、そういう方もいらっしゃいますので、そういった形状であったり重さ、長さ、あとはバランスですね、そのあたりを少しずつ調整していくと、私もねバランスに関してはこれが打ちやすいなって思ったものがあるんですけれども、それを例えば長さや重さ、こういったのを変えたときにやはりちょっと感覚が変わってしまいました。一概にね同じようなバランスで作れば同じようなものができるかというと、なかなかそのスケールアップが難しくなる、そういった問題もあって非常にある意味奥が深いです。ちょっと手裏剣を変えてみます。15センチの六角形、これはね私が一番楽に打てるというか、私が一番好きに打てる長さとバランスの手裏剣です。これがね一番ブレが少ないんじゃないかな。手裏剣を変えてみます。これも私が大好きな手裏剣の一つ。ちょっと今実は手裏剣を作ってみようかなと、もともと私の手裏剣作ったものも多いんですけれども、長さであったりバランス、そういったものを考えていろいろと注文出してたんですけれども、先日連打をした
動画を投稿したんですけど、ああいったものでも使いやすいように、あとは比較的、初心者、中級者、上級者、そういったことを問わずに、平均的に誰でも使いやすいような形で、ものすごく刺さるとか一人にドハマりするようなものでなくて、みんなが割と標準的に使える、そんな手裏剣を作ってみたいなと思っていて、ただちょっと今悩んでますいろいろと。少しね長めのものが欲しいんですけれども、あった使ったかな。一見同じ手裏剣に見えるんですけれども、実はちょっと違うんですよ。で、今下にある方の手裏剣がちょっと特別性でして、ものすごく硬いんですよ。硬いけど別に欠けるっていうことではなくて、ぶつかった時にもう一方がすごい傷ついてしまうんですね。びっくりするぐらいに。形一緒なんだけど、これ素材は絶対に違うと思うんです。なのでちょっとね、一緒に使ってはいるんですけれども、注意が必要なんです。綺麗に立ちますね。このように綺麗に手裏剣が立ってくれます。というわけで今日は巻物をつけた手裏剣を少し遠めの距離、3弦から打って遊んでみました。あとは途中でちょっと話をしたんですけれども、新しい手裏剣作ろうかどうか今ちょっと悩んでます。長さとかバランスとか大体こんな形でいいかなというのはあるんですけれども、実際形にしてみないとわからないところがあって、最終的なところをどうしようかなとか、そんなところを悩んでいます。これも何か、Twitter とかもやってますので、もし作るとなりましたら何かしら告知をして、一緒に作りたい人はどうぞという形を取ると、比較的安価に手裏剣が手に入るので、割とそんなやり方もしています。結局私自身が手裏剣というのは消耗品と思ってるところがちょっとあるので、なるべくね負担なくこういった道具が手に入るのであれば、みんなで作ろうと呼びかけたりもしてます。こんな形でいろいろと手裏剣なども試して遊んでますので、もし何か質問であったりとか気になるようなことがありましたら、気軽にコメント欄に書き込んでいただければと思います。それといつも高評価、グッドボタンを押していただいている方、本当にありがとうございます。今回の動画も面白ければ高評価、グッドボタンを押していただければと思います。よろしくお願いします。では今日の動画は以上です。最後まで見ていただいてありがとうございます。失礼いたします。